ピクランドのジョンです。今回はね、ナビ VS ゴルカロックスっていうクランですね。ちょっと知らないクランにはなるんですけども、早速やっていきたいと思います。はい、というわけでやっていきたいと思います。この対戦はルートライダーがバンになっております。ドラゴン編成、ルートライダーがバンされた時に使用率が上がるのがドラゴンですね。で、以前はこの配置はインビジブルタワーの採用だったと思うんですけど、ルートライダーがバンされたっていうところで、ポイズンタワーを2つ採用に切り替わってますね。で、ドラゴンラッシュ、クローンさん初型というところ。クラッシュジャンプスにね、同じような入りで前回取られてるんで、それのなぞりだと思いますが、カズマくんって結構ね、前回取られたプラン変えそうなんだよね。トラップとかちゃんと変える人なんだよね。しっかりここはトルネードぶち当てて。クローン、これ、入らないんじゃない？オーデンがストライカーで落とされて、終わり。地獄の展開。ラバハウンド残り。えぐいね。これはもう、厳しい。ウォールブレーカー持ってきてよかったなって感じだけど、どうするこれ。1枚。とりあえず、6時ウォールブレーカーします？ 6 時どっち？ホールに教団逮捕追ってもらえるから、それ待つしかないか。まあ、時間はもう目いっぱい使いましょう。そこから蹴るのか。で、キング。うん。まあ、割とね、リスキーなランニングではあるっていうところがこれで見えましたね。まあ、ストライカーは先に処理できてるっていうのはあるけど。いや、もうキングが、みるみる HP をチェック。ポイズン高いってきたよ。さあ、1ポイズン ?2 ポイズン。レイジはロイちゃんじゃない？さすがにそれ。でももう、ラバ惜しい。でもキングレイジで正解なのか、ラバ無視できるから。ならもうこれロイちゃん刺さなくてよかったんじゃないここ。まあ、怖いよな。わかる。ロイちゃん使っちゃう気持ちはわかる。これね、キングレイジで折れるんだったら、ロイちゃんは別のパートで破壊したかったね。あんま破壊率変わんないけどね、もはや。まあ、これは、カズマくんが1枚上手でしたね。68% 防衛。神防衛。さあ、ジーマドラゴンラッシュ。ヒーラー採用、クローン2発。同じようなことする。ジャイアントアロー対空砲2本折れるな、これ。3時からの方が打ちやすいと思う。3時から。まあ、角度が違って安い寄りとかなのかな。角度が違って安い寄りでございました。あれこれ。ジーマさんちょっとレベルが足りてないんで対空砲折れてないっす。ジーマさん。ジーマさんちょっと致命的っすね、それ。レベルが足りてねえ。でもジャンプでレベル足りてないおかげでこのプランニングができる。そこに入れていくっていう。さあ、ここは突撃艦一気に入れて、ポイズンターンのターゲットをキングで拾うこともできているのがいいですね。で、ここにはクローンかけていくんですけど、トルネード。とはいえ、このタイミングのトルネードは美味しいですね。真ん中はキングが戻ってきて、大工の方はフェニックスが対応してくれます。いいレイジフリーズ。VP の方を延命。ヒーラーね、持ってきてるとはいえ、トータル5体になってるわけだからね。2ヒーラープラス3ヒーラー生み出しなので、ちゃんとヒーラー5体の区域ができるのめちゃくちゃ強い。で、ドラゴン貫通。ドラゴンの時はレイジジェムっていうのもいいですね。結構選択肢に。ライドラ編成対戦相手。まあ初手でね、まあ一応防衛も取れたので、お互いにタイムを意識しなくてよくなったなーって感じではあると思うんですけど、ロケバル発進。そうだよ。取れたの見て変えなきゃいけなかった。ライドラチェーンがワンチャン左に入ればって感じだけど、来ませんでした。さあ、いいと思う。勝手にこれは折れますね。いいじゃん。
からのベビートです。エアスイーパーもね、下、向いてないんでね、これ。うん。違う違う違う。このマルチアーチャーターンのところ、奥のね、対地とかまで降りたいので、リレージを置いていきます。ウィンの方は、援軍が飛んできてる。パピーは使わない。パピーにポイズンは使わない。タウンホールの方にバルーンは向いてくれないけど、ライドラがこれレイジに乗ってバコンとタウンホール越しにチェーンを入れていく。もう一発入れば強いけど、先に落とされていく。この率折れてたんじゃないかな、撃てたら。ライドラワンチャンフリーズレイジをそのライドラに撃つのもありだったけど、外のライドラに撃ちます。これ、うちのライドラにフリーズレイジ撃ってこの辺全部ぶっ飛ばすのは結構ありだったくない？このレイジ使うんだったら、どっち、外のライドラ死んでもウォーデンがなんとかなるっしょって、フェニックスついてるし、フリちゃんぐらい。うん。まあ、どっちにしろ全開だったと思うんですけど、割とそっちに打つのありだったかな。ターゲットがね、フリーズ1本で全部消えるんで、HP 低くて延命ができた。ナイス旋回。カズマくん、ラバルにクローンが入った形、スーパーバーバリアンも多い。相当シンプルな編成。もうタイムいらないんですけど、相当タイムも早い上にタイム狙ったような編成っすね。もう無駄なユニット呼ばない。さあ、ここはインビジブターの解除をジャイアントラを行いまして、ラバルパートをスタートしていきます。ホームターの破裂ストライカー入ったのか。一気のトーム。ストライカーがね、もうやられちゃってるんですけどさ、クローンはどこで撃つの？ここはまだ撃たない。なんか別のなんか来たんだけど。レイジクローン来た。マルチ IT のところ。すごいね。昔のスーサイドラバルにクローン採用してた。もうタウンホール12時代のクローンの使い方だよ、これ。で、残ったところが3時上のところなんですけども、フリーズ、レイジも余ってる。もう撃っちゃえ。ロイちゃんが大暴れだ。チャンピオン大暴れ。あっという間の全開です。早っ。さあ、ドラゴン編成。クローンとオーバーグロー入ってますね。ドラゴン編成にオーバーグロー採用というところで、あんまり使う人はいないので、どういうことケバル4体採用したことで、富士一気にかなり削れますね。いいロケバルカットだ。ポイズンターンのターゲット、それロケバルが拾ってくれるという、はい、神ロケバルすぎる。9時の対空カットのお釣りがでかすぎますね、これは。で、突撃艦。それ対空砲のターゲット突撃艦に入らないか。トームまで撃っていきます。ヒーリングトーム型。で、クローン。モノリスの方へバルーン増えてほしいというところをしっかり戻っていきましたが、赤爆ヒットもあって。でもモノリスまで降り切りましたね。さあ、オーバーグローはどこに撃つんですか？教えてください。フリーズ。まだ撃たない。ここ。なるほど。それマルチアーチャーターかければよかったんじゃないかな。こいつかかるように撃てば、対地クロスドラゴンで折れたでしょ。宝石とか見えてていいから、ここでかければ、今の下の対地クロス多分折れて、ロイちゃんとか捕まるから、このアーチャーターンまでは無理だとしても、もうちょい楽ができたんじゃないかなと思いますね。スケルトンの呪文からの9時、10時かも。10時のところ、ロイちゃん対決。援軍にはポイズンしっかり持ってきてます。で、能力解放、ホグ、走らせ。ポイズン持ってきてるけど、ここはスケに打ちたいかな。帰り道どんどんなくなる。持ってきても使わないなら意味がないぞ。援軍じゃない？これ援軍でもらったポイズンか。見えてない説あるな。マルチ IT をホグが打ち勝つ一体で。
前回ですね。ちょっと、オーバーグロ採用の、なんかドラゴンと似てるからね、ルートライダーも。さあ、ガク。ヒーラー1体ジャイアントアローからの、ヒーラー人形。リターン型。ヒーラー全部つけて、これでトータル4体。いや、強いね、これね。どこまで行くんだろう。タウンホール削りに行くのかな。シングルまで。いやー、いい。今日トルネイド。いいストライカーすぎる。ちょっとこれ早めにしないと、インビジブルタワーワンチャン帰ってくるぞ。ここもフリーズかけて、レイジ置いて、インビジブルタワー帰ってきちゃったよ。安いよって3時。これタウンホールまで3つだっぽいか？どうだ？さあ、ルートライダーパート始まりましたが、帰ってきちゃいましたね。で、12時はこれシューターか。シューターが死んでるぞ。ちょっと、下に夢中だったけど、なんかリクスケかなんか行ったかな。なんだろうね。上、いっぱいしてるわ。なんだろう。ちょっとしんどいな、これ。これは、フリーザモノリスの方です。スーパードラゴンからするとタウンホールのダメージよりモノリスの方が強いので。タウンホールが、折れない。いやー。渋。ロイヤルチャンピオン採用。ロイちゃんのターゲットキングで拾いたいけど、これも取れず、なのでストライカー当てて、ちょうどロイちゃんがターゲット取ってるタイミングだったんだけど。ストライカー一発入ったことがいいな。ここでロイちゃんタウンホール触ることができて、タウンポイズンギリギリ受けない。さあ、ここからロイちゃん能力残っているので、解放、一気のホグヘイスト、そして投石じゃない、長弾のタゲはキングが拾ってくれている。いやー、劇的リカバリー。いや、めっちゃだるいけどな、今の。全然、プランとうまくいかんみたいな感じだったと思うけど。ES のご利用し。なんとか前回持ち込んで。大事ですね。ロケバル型のドラゴン。迫撃カットのロケ。ちょっと懐かしい感じの、もう、ドシンプル。もうルートライダーと同じようなメンドリーをドラゴンでやっちゃいました、みたいな。敵艦がギリギリまで守りたいんだけど、もうここで撃ちましたね。ラバストライカー強い。やっぱキング止めるにはストライカー最適なんだけど、ガントレットのタイミングがいいと今みたいにストライカー一気におられるね。で、モノリスをクローンで削りたかったんだけど、ここはトルネードが置いてあるので、クローンに対してトルネードが刺さります。バルーンを増やす戦術はね、ドラゴン結構使われ始めましたけど、やっぱトラップに弱いっていうね、結構大きな弱点もあるので、雑な使い方だとこうして削りたいとこ削れないみたいなシーンもいいですね。あとはロイちゃんとスケルトンの12というところと少量のドラゴンですが、ライダーの方を採用したことによってドラゴンが取れてるんだけど、投石のところを折ることができている。モノリスにはリクスケを打ちたいので、そうですね、そこまでのこの道のりで、フリーズから入っても良さそうかなと。個人的にはね、フリーズからのインビジビルが良かったんじゃないかなと思ってて、今みたいにフォックスが打たれちゃうのがもったいないのと、
フリーズの方が止めてくれる時間が長いんでね、インビジブルよりも。で、このリクスケエリアのところをフリーズ打つよりも、ここで、リクスケとかも丸ごと消して先にモノリスを折らせるような優先順位とか、スケルトンがターゲットを取ってくれるっていうのもあるので、インビジブル残ってる方がいいので、呪文の順番的には今のフリーズからのインビジブルが絶対、良い呪文は絶対そっちだと思う。結果ね、こうして、すごい誤差なんでね、これ。1秒、2秒、もう1秒とか 0.5 秒とか、それぐらいの差なんだけど、それで結構ね、ギリギリだった場合は大きな差になることもあるんで、今回はクイーンだけが残って全開にはなりましたが、もしもっとギリギリの展開で選択してたら失敗になっていることもあったんじゃないかな。最適解をね、選ぶかどうかって展開になったとしても追求すべき。さあ、星さん。ファイヤーボールの匂いがする。64天才。防御力20いったよ。何度でもいい環境で。この人たちも、ね、当たり前なんだけどね。クラクラゲームなので。ドカーン一発、クエイク、クエイク。うん。この、61天才か。じゃあ。62天才ってことか。そうだね。陸ボーデンにしてこういうヒーローとの合流でレイジージェム強いね。これ強いね。で、ロケバルを走らせて、ホーミングチェックさせながら突撃簡単ホールへ。この角度はスニゴブかな？スニゴブラバハウンド採用。で、そのラバハウンドタゲ取りの対空砲を裏からロケバル刺していく。うまい。そうなると中心モノリスだけが最後立ちはだかる感じなんですけど、もうあとはもう数でゴリ寄せって感じのプランかな。テスラが結構いい位置にあるのと、テスラダイクが細かくターゲットで強いね。あんまりプランニングの時にここにダイクがあるからバルーン警戒しようみたいなのってないじゃないですか。このダイクに止められそうだなって感覚が一切ないけど、いざ攻めてみるとテスラダイクで結構突かれて、のが今のチームだったけど、ロイちゃんが止まんないですね。ナイス。対戦相手ラストアタック、クイラバ。いいかなと思います。タイム勝負ではない環境になっているので、今は、状況になって、ジャンプ型のクイヒーラバで採用。オールブレーカーの枚数を最小限にしてジャンプっていうことでね、結構、安定感というか、難しいことをやらないっていう意味では、今のドラゴンとかルートライダーが選ばれてる理由って難しいことをやらないっていうところの詰めたところで。星さんとかクラスがファイヤーボールやってるのは、彼らにとっての一番もう最適解で動かし続けた時のプランニングが最強だからっていう安定感の高さっていうところでそういう採用をした。万人からして。簡単に全開取れた方が。バンジシューター。やっぱシューターは、タイム環境じゃなきゃ最強兵器よ。クイーン戻りまして、マルチ打ち。こういう飛び方す。綺麗に真ん中入った。ダイク横から打って、モノリス打って、外ダイク打って、なんかこういう広がり方してくれないかなと思って見てたんだけど。これ内側ジャンプで入っちゃうんだ。今の怪しかったけど。いいな、いいバルーンだ、それ。ポイズンターンのターゲットそっちで拾って、クイーンエンメの。なんだけど、これはね、黒くから入った方が、フリーズ、俺も打っちゃうかもしんないな、今の。理由としては、モノリスっていうところと超弾大砲っていうところの2方向からの攻撃を防ぐことができないので、目録回避っていうところで、どっちか片方は最低でも食らっちゃうっていうところなんですね。
で、しかもかつちょっと HP 管理が難しそうな感覚の場所だったので、まあ、打つのが良かったかな、黒くを。で、そこで時間使って落ち着いてからフリーズを打つべきかどうかをするみたいな。さあ、ここは、東海じゃない。からはスーパーガーゴイル。バルーンの方も少し残って、ウォーデンの盾になって、モノリス、クイーンを落とすのには輝いたんですが、数には勝てません。どうしてもやっぱりね、ちょっとクイヒーに対しては厳しく見てしまう癖があるので。さあ、クラウス、クランジョを壊しに行くのかな？ポイズンがないですね。クイヒーに見えてこれは全く違うものですからね、きっと。ファイヤーボールをどこかに打ち込むと思うんですけど、さあ、ファイヤーボールがいく。うん、これで、グランジョが潰れて、残ったタウンホールの方を、ロケバル、なるほど。なるほど、ロケバル。しかもぴったりですね。ロケバルも強い。で、強。あとはヒーラーがウォーデンにスライドしてクイーンにつかないみたいな事故が起きなければ、もう完璧だ。強いなぁ。早めのレイチ。キングの方を反対サイド、ウォールブレーキで入れていきます。ヒーラーまだ手元にあるのは、ロイヒーでもするんすか、こっから。クイーン、そのルートで外流れちゃう。でもこれいいリカバリーの穴開けの位置なの。もうクイヒーの方、そうだね、ヒーラー残してたのをこれつけましたね。で、キングの方は反対ジャンプで対空砲を追ってからの6時ボマー。いや、強。あとは中心イーグルマルチ軍を何かで降りたいって感じなんだけど、ロイヤルチャンピオンがそっちの方に向かってくれた。レイジタワーが発動してから、ここはレイジ、フリーズ、ロークもあの状況。手元に残して。ボマーが強い状況も作れてるしな。6時のいいね、対空砲カットからのボマー、ロケバル採用してるっていうところ。いいなぁ、クラクラ楽しんでるね。ファイヤーボールロケ。いいプランです。はい、というわけで終わりまして、15対14ということで、パーフェクト勝利。初手のね、対戦相手のが 68% とかだったかな。実質ナビからするともう星1防衛みたいなもので、もしね、万が一こけても、68% よりは高い破壊率で星になるでしょっていうことで、もはやもう、リードしてることは忘れてみんなタイムトライアルをして、確実に勝利よっていうよりは、シンプルに実戦の練習というか、時間勝負の環境の攻めを普段の大会からもやっていこうというような攻めだったかなと思います。お互いにね、10分の9前回ですか？ルートライダーも使えないって環境で結構みんな、この手の大会が増えてきたことによって、またね、ルートライダー以外の連動っていうのも、クラクラ界隈全体で上がってる気がしますね。対戦相手の方も結構展開を取るシーンっていうのが増えてきたような感じがするので、一つの大会だけじゃなく、いくつかの大会がルートライダー版になったことで、また環境的にも混ざり合ってね、ルートライダーとドラゴンとあとプラスアルファみたいな面白くなってきたかなと思います。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、シェア、スマート、お願いしましょう。さよなら。